ございます。宮山です。今日はですね、忙しいです。私結構バタバタしておりまして、午前中も仕事してたんですけど、この後もプライベートの用事をこなしつつ、あと事務手続きとかいろいろ溜まってるものをこなしつつ、今日がスパイダーマンの新作映画の公開日なんですよ。なので絶対にそれを見なければいけないということで、ちょっくらですね、あらゆる用事を済ませてたっぷりスパイダーマン映画楽しんでこようかなっていうような一日となっております。今日はですね、Vlog 最初回そうと思ってたんですけども、なんか朝忙しすぎて、Vlog 回す暇なくて、で、とりあえず今一旦着替えて落ち着いてっていうような感じでもう出ないとやばいんですよね。で、今日のですね、Vlog に関してはこちらです。じゃじゃーん、ギャラクシーさんからちょっと一足お先に Z フォールド8のウルトラですね。これをお借りすることができたので、今日はこれを外に持ち出して、なるべくですね、Z フォールド8ウルトラのカメラで外の Vlog の様子撮ってこようかなと思います。ただ本当にですね、今日撮れるタイミングがあるのかなってぐらい結構バタバタしているので、プチ Vlog みたいな感じになるかなと思います。ということで、それでは行ってきまーす。
皆さんどうもお疲れ様です。みやまです。私は今日はですね、午前中ちょっと上半身のトレーニング頑張ってきまして、ちょっと背中と肩あたりをですね、ちょっとゴリゴリ鍛えてきまして、で、なおかつですね、午前中の間にちょっとだけ作業もして、で、お昼ご飯食べて、またさらにですね、動画系の作業もして、今に至るというような感じでございます。実はですね、私今、ちょっと法人化しようとしてて、めちゃくちゃバタバタしてて、外出の用事も多いし、あとなんかいろんなところと連絡取らなきゃいけないしで、結構てんてこまいとなっております。で、そんなてんてこまいな状況の最中にですね、こちらですよ。サムソンさんからギャラクシー Z フォールドシリーズの新作がですね、出たということで、Z フォールド8ウルトラですね、ちょっと一足お先にお借りして試してました。1週間ぐらいですかね、ちょっと試したんですけど、マジでいいです。なんで今まで買ってなかったんだろうってぐらい本当に良くて、もう返したくない。もう私のものにしたいって感じなんです今。でももう今日これ返しに行かなきゃいけなくて、一時でもお別れするのがめちゃくちゃ寂しいぐらい、ちょっと正直私にドンピシャハマりすぎてます。漫画も好きだし、映画も好きだし、YouTube もよく見るので、それは私と相性いいだろうってことは分かってたんです。分かってたんですけど、やっぱパソコンも MacBook 使ってるし、なんだかんだ iPhone をもうずっとメインデバイスとして使ってるし、あとやっぱり折りたたみスマホって高いしって思って2年ぐらいずっと買おうか迷っては見送り、買おうか迷っては見送りってしたんですけど、とうとうですね、サムソンさんがお貸し出ししてくださいまして、もううっかり1週間ほど使ってみたらもう無理みたいな、もう手放せないみたいな、もう私のものにしたいみたいな感じになっております。で、こちらがですね、改めて Z フォールド8ウルトラなんですが、閉じた状態だとこんな感じで細長い形状をしてるんですよね。私実は思った以上にこの細長い形状を気に入ってしまいまして、まず何よりもめっちゃ握りやすい。私今 iPhone の16 Pro をケースをつけた状態で使っているんですけど、このケースをつけた状態の iPhone 16 Pro と握り心地としては変わらないんですよね。なんだったらですね、このケースをつけた iPhone よりもこっちの Z Fold 8 Ultra の方が細いんですよ。ちょっと握りやすいんですよね。で、なおかつですね、iPhone の16 Pro に比べて、やっぱり縦のディスプレイの長さがしっかりあるので、横書きのテキストがこうバーッと並んでるページをスクロールして読むっていう場合がめちゃくちゃいいんですよね。例えばノートのページを開くとこんな感じの見た目になってます。横幅がそんなに広くないので、こういう風に横書きのテキストがちょうど気持ちよく目で追えるぐらいの長さになってくれるんですよね。で、こちらの Z Fold Ultra、この縦型ディスプレイだけではなくですね、ここパカッと開いてあげた時のこのディスプレイですよね。今まで私漫画を読むときとか、あとちょっと動画を見るときに、わざわざ iPad mini とか、もしくはiPad Pro ですね、11インチとか13インチのやつを持ち出して見てたんですけど、この Z Fold 8 Ultra を使ってた1週間はですね、漫画も動画もほとんどこの子で読んだり見たりしてました。もうマジで快適。本当に快適で、いつも使ってるこの iPhone とほとんど変わらない重さなのに、このディスプレイの大きさですよ。やばくないですか本当に。なんで今まで使ってこなかったんだろうって、もうほんと心の底から、後悔っていうか、なんでみたいな、もう疑問、自分に対する。もう早く買っとけばよかったなって。めちゃくちゃ思いましたね。あとですね、コンテンツ鑑賞以外のところで、いいじゃんって言うと、指紋認証がマジで便利すぎる。ギャラクシーの Z Fold 8 Ultra に関して言うと、指紋認証がここなんですよね。このサイドの電源ボタン、これが指紋認証ボタンも兼任してくれてます。特に私、夏はですね、日焼け防止で、あえてマスクしてたりとかするので、こちらのですね、iPhone の Face ID が結構開かなくてイライラすることが多かったんですけど、Z Fold 8に関してはもうマスクしてようが、なんだろうが、ここに指をそっと添えさえすれば、もうすぐにですね、ロック解除してくれるので、もうマジで快適でした。いや、これ本当に結構でかかったかもしれないですね。
で、個人的に意外と期待外れだったかもしれないって思ったのが、カメラ周りなんですけど、カメラのなんていうんですかね、画質とか画素数とかは全然申し分ないというか、もう必要最低限のものは揃ってるなっていうような感じなんですけど、期待は超えてこないなっていうような感じ。可もなく不可もなくって言ったらものすごく贅沢なのかもしれないですけど、まあ30万円近くするカメラで、これぐらいかっていうような感じでしたね。お値段も高いですし、まあ決して完璧なスマートフォンっていうわけではないんですけど、ただ私の用途ですね、横書きのテキストをよく読む。で、漫画をよく読む。で、あと動画をよく見るっていう、その私との相性という点では、本当にですね、凄まじしく良かったなっていうのがあるので、まあ多分買うかなっていうような感じですかね。はい、ということでですね、私はもうこの子を初期化して、ヤマトの営業所まで送り届けなければいけません。もうこの子を返却しないといけないんです。本当に気に入りすぎて、期限のギリギリのギリギリまで使ったっていうような感じなんですけど、いや、ほんと寂しい。マジで耐えられないかも、この子がない生活。どうしよう。多分これは私は予約しちゃう気がします。ほんと、寂しい。おはようございます。みやまです。前回 Z フォールド8ウルトラを泣く泣くお返しいたしまして、でフォールド8ウルトラを返した直後にこちらですよ。じゃじゃん !Z フォールド8のピスタチオカラーをなんとですね、すぐさまお貸し出しいただけまして、これパカッと開くとこんな感じで3対4の比率になってるっていう、もう今話題の折りたたみスマホなんですけど、これをですね、かれこれ1週間行くか行かないかぐらいじっくり使ってみたので、ちょっとその感想を述べつつですね、この Z フォールド8と一緒にじゃじゃーんと、こちら Z フリップですね。こんな感じでパカッと縦に開けるタイプの折りたたみスマートフォンなんですけど、お貸し出しいただけたので、本当にここ1週間ぐらいみっちりこの2つをですね、使ってました。いや、めちゃくちゃ楽しかった。で、なんと、で、さらにですね、発売日の1日前、2日前ぐらいに、なんとこちらですよ。じゃじゃーん、自分用に購入したギャラクシー Z フォールド8ウルトラ。なんとこれが届きましたので、今日はですね、この自分で購入した Z フォールド8ウルトラを開封しつつですね、それぞれ使ってみてどんな感じだったかっていうのを話していこうかなと思ってます。で、なんとさらにですね、こちら Galaxy Watch 9ですね、Z フォールド8シリーズと一緒に発表されたスマートウォッチなんですけど、これもですね、本当に今朝、ついさっき届いたんですよ。簡単に開けただけでちょっと設定してないので、この子も設定していこうかなと思います。じゃじゃーんということで、お貸し出しいただいた端末を使って気に入りすぎて、ちゃっかり散財していた Galaxy Z フォールド8ウルトラ開封していこうかなと思います。では、いざ、オープン。じゃじゃーん、今回ちょっと珍しくホワイト系のカラーですね。このクリーム色の Z フォールド8ウルトラ購入しました。お貸し出しいただいた端末と同じやつですね。で、今回ですね、このクリームと一緒にグラファイトっていうブラック系のカラーも発売されているんですけど、グラファイトがブラックっていうよりはグレーって感じだったんですよね。で、私としてはグレーっぽいグラファイトよりも真っ白に近いこのクリームカラーの方が好みだなっていうのがあったので、今回ですね、あえてこちらのクリームカラー購入しました。いや、めちゃくちゃ可愛い。一応同梱物を見ておきますか。で、説明書とか注意事項系の紙類と薄くて細くて使いやすそうな USB-C のケーブルと、あとこちらに SIM ピンですねが入ってるような感じでした。で、こっちのですね、こういう風にぐわっと曲がって折りたたみできる方のディスプレイなんですが、これ薄くもともと保護フィルムが貼ってあるんですよね。なのでこちら側はもう本当にこのままの状態で使っちゃおうかなと思います。で、こちらのですね、縦長のカバー画面に関しては、今回これ、2マソのちょっとお安めのいい感じのガラスフィルムがあったので、これを貼っていこうかなと思います。一応こういうガイドの枠も入ってたりしたので、なるべくコスパよくこのカバーディスプレイの保護ガラスだけ欲しいみたいな人には結構2マソおすすめかもしれないです。保護ガラスフィルム無事に貼れました。ちょっとここにですね、少し気泡が残っているんですが、そのうち消えるかなっていうような感じですね。で、保護ガラスフィルムがですね、ここの角っこが結構直角に近い感じなので、指かかりとかしないかな、大丈夫かなっていうふうに思ってたんですけど、全然大丈夫そうですね。
はい。で、この Z Fold 8 Ultra をですね、iPhone から設定を移したりとかいろいろしなきゃいけないので、ちょっとその間にですね、こちら、今現在お貸し出しいただいている Z Fold 8と Z Flip 8ですね。それぞれちょっとせっかくなので、外観とかいろいろ見ていきますか。こちらが Z Fold 8ですね。いや、これ、今回ピスタチオカラーお借りしたんですけど、めちゃくちゃ可愛い。普段あんまりカラーが入ってるスマートフォンって手にすることがないし、自分では買ったことがないんですけど、このピスタチオは結構惹かれるかも。で、ピスタチオ系のカラーに合わせてこんな感じのデフォルトの壁紙も用意されてます。これもすごい綺麗ですよね。で、カバーディスプレイに関してはロック解除するとこんな感じの見た目になってます。で、カバーディスプレイをパカッと開きますと、こんな感じで3対4のメインディスプレイが出てくるっていうような感じですね。で、YouTube 動画再生するとこんな感じですね。めちゃくちゃ広々動画が鑑賞できるような感じになってます。で、コメントとかもこの右側に表示して見るのも結構やりやすいっていうので、自分でも実際に使って動画とかいろいろ見てみて、うわ、めちゃくちゃコンテンツ見やすって思ったっていうような感じですね。で、漫画に関してはですね、やっぱこんな感じで見開きで漫画読みたい派の方には結構たまらん画面比率なんですよね。ただ、他の方も言ってるんですけど、やっぱこのカメラのパンチホールの位置がちょっと気になるかなっていうところですかね。で、本当にコンテンツを視聴するだけのサブ機としてだったらもうこれ以上ないぐらいの端末ではあったんですけど、個人的にちょっと気になったのが、スピーカーの位置ですね。ここ左側の上に一つと、あとこちらの左側の下に一つですね。動画とか映画とか見てると、この辺から音が聞こえてるなっていう感じがあって、YouTube 動画とかだったらそこまで気にならないんですけど、Netflix とかプライムビデオとかで映画見てる時とかは、個人的にはちょっとこの端末で映画見るのはあんまりしなくなるだろうなっていう気配がすごいしました。あともう一個ですね、気になるポイントがあって、やっぱこのカバーディスプレイがですね、横に広い。で、本当にですね、たくさんの方がもう同じことを言ってると思うんですが、やっぱ文字が打ちにくい。あとやっぱ文字打つときに、ここの上に表示されてる内容が何が書いてあったっけって見えなくなるので、AI に返事するときとか、あと LINE とかで返信するときとか、ここの本文の内容が読みづらいから、ちょっと煩わしく感じたかなっていうところですね。ただこのキーボードに関してはもうちょっとちっちゃく変えられるんですよ。こんな感じで利き手側にですねちっちゃく寄せてあげれば片手でもそこそこ打ちやすくはなるかなってところなんですけど、予測変換の一番打ちたい予測変換がこの一番左上に来ちゃうんですよ。なので右手だとめちゃくちゃこの予測変換が打ちづらいっていうような感じになるので、なんかやっぱ完全解決にはならないなっていうのがあり、右利きの方はですねこの予測変換が結構選ぶの大変になるよっていうのはちょっとご留意いただいた方がいいかなとは思いますね。細かく気になる点は本当にたくさんあるはあるんですが、ただハードウェアとしての完成度はかなり高いと思うんですよね。まず何よりも軽い。で、あと薄い。これ折りたたんだ状態でもこの薄さなんですよね。このカバーを外した iPhone 16 Pro と比べても肉薄してますよね薄さが。で、折りたたみをですね、でこんな感じで広げてしまうともう iPhone より全然薄くなっちゃうんですよね。これは本当に感動。で、もう一つお借りしている端末がこちらの Z Flip 8ですね。いや、これ初めてしっかり使ったんですけど、マジでめちゃくちゃ可愛い。こちらのですね、カバーディスプレイに関しては、こんな感じで YouTube 動画とかであれば、このままカバーディスプレイで視聴することもできるようになってます。機能がちょっと一部制限されるので、普通のスマートフォンとして全く制限なくカバーディスプレイでも、何かしらの操作をしたいよっていう場合は Z Fold 8とか8 Ultra の方がいいのかなっていうような感じですね。で、こちらのですね、メインディスプレイの方をパカッと開くと、こんな感じになってます。かわいい。この辺のですね、AI を使ってる時とかは結構この縦長のディスプレイがありがたくて、例えば AI に質問した時にテキストがこうやってわーって出ると思うんですけど、ここにですね、表示されるもうテキストの情報量がめちゃくちゃ多いんですよね、縦長だと。なので、すごいストレスなくさーって文字が読めるのが個人的には気持ち良かったです。で、文字を打つ場合とかも、ここのですね、
元々のテキストがたくさん読めるような状態でパーッと文字打ちしてで AI に指示するみたいなこともできるので AI 使う端末としては結構いいかも。 Z Flip 8っていうような感じでしたね。じゃじゃーんということで Z Fold 8 Ultra の初期設定が終わったので、私がですねよく使う Apple デバイスですね iPhone 16 Pro と iPad mini をちょっと持ってきました。ディスプレイ側をざっと比較するとこんな感じになります。どうでしょうか。なんかこうやって見ると結構それぞれなんか全然違う比率なんだなっていうのが分かりますよね。面白いっていうかめちゃくちゃ興味深い。で、普段の使い分けとしてはですね、私はこちらメインスマホとして iPhone 16 Pro を使っているっていうような感じですね。で、こちらの iPad mini に関してはこの楽天コボとか Kindle を使って漫画を読んだり本を読んだり、あとはこの楽天マガジンで雑誌を読んだりみたいなことが多いですね。で、今回購入したこちらの Z Fold 8 Ultra に関しては、引き続きこの楽天コボとか Kindle で漫画とか本を読むっていうのはもちろんなんですけど、この楽天マガジンで雑誌も読みますし、あとはこれですね YouTube を見たりとか、AI が映る場合はこちらの縦型のサブディスプレイの方ですね、カバー画面の方で AI が出力したテキストの内容を見たり、さらに指示を出したりみたいな感じにするかなっていうような感じですかね。限りなくメインスマホに近いような使い方をしようと思ってます。各ですね、手元にこれだけのバラエティ豊富な画面比率のディスプレイたちが集まっているっていうことなので、やっぱりこの折りたたみスマホといえばコンテンツ鑑賞ですよね。なので、ちょっと実際に漫画の表紙とかを広げて、こんな感じの見え方の差がありますっていうのを、ちょっとざっとお見せしていこうかなと思います。で、インカメラがこのディスプレイの上にある状態で漫画の表紙出してみると、こんな感じの違いがありますね。すごい。やっぱ iPad mini めちゃくちゃ漫画が読みやすいというか、すごい1ページあたりに表示されている領域が大きい。これ私ほぼ漫画読む専用機になりつつあったんですけど、こうやって並べてみると、そりゃ読みやすいわって感じですね。で、このですね、Z Fold 8はこんな感じで、インカメラをちょっと下の方にしてあげて、縦に使ってあげると結構やっぱ1ページあたりに表示される漫画の領域は大きくなりますね。iPad mini と限りなく近くなりました。でしかもやっぱ Z Fold 8すごいのが軽いんですよね。iPad mini よりやっぱめちゃくちゃ軽いですし、外に持ち運びたいなと思ったら、このサイズになってくれるんですよ。このサイズ感はすごいですよね。で、私が購入した Z Fold 8 Ultra はiPad mini と比較するとこんな感じですね。この子も結構頑張ってはいるんですよね。ただ左右に結構しっかり余白が出てしまうので、ここが気になるっていう方はいるかもなっていうところですかね。で、ただ重さはですね、やっぱ iPad mini よりもこっちの Z Fold 8の方が、軽いですし、この子もやっぱ持ち運ぼうって思ったら、このサイズ感になってくれるんですよね。やっぱこれが何よりも強い。外でも漫画、私みたいにゴリゴリ読みたいなっていう場合は、やっぱこの Z フォールドシリーズが漫画読みには最高すぎますね。いや、本当に強い。はい。で、見開き状態で出してあげると、こんな感じですね。やっぱり、1ページあたりの大きさが一番大きく見えるのは iPad mini かなとは思いますね。で、iPad mini の次に、パッと見のディスプレイ、やっぱ読みやすく感じるのは Z Fold 8かなっていうような感じですかね。で、私が購入した8 Ultra に関しても、上下に結構余白は出てしまいますが、Z Fold 8には負けるものの、1ページあたりの大きさっていうのは結構大きめには表示できてるのかなっていうような感じですね。でも本当に漫画だけ読むんだったら、正直やっぱ Z Fold 8本当に強い。で、YouTube 動画ですね。16対9の動画を今再生してるんですが、こんな感じの違いがありますね。1画面あたりの動画の大きさっていうので言うと、やっぱり iPad mini 強いなっていうような感じですね。で、8 Ultra と Fold 8比較してみると、フォールド8の方がわずかに大きくディスプレイが表示されてるかなっていうような感じになりますね。やっぱりコンテンツ視聴のためのデバイスにしたいんだっていう場合は、このフォールド8本当に
強いですね。ここの余白の少なさといい、いや、ストレスなく見れる。しかも軽くて薄いんですよね。いやー、なんかやっぱガジェット界隈でも話題になってるだけあるなって思いますね。こうやって改めて比較してみると。で、さらにですね、こちら、じゃじゃーんと、ギャラクシーウォッチ9の方も本当に今朝届きたてほやほやのやつをですね、今お昼ご飯を食べながらちょっと設定してみたんですけど、このスマートウォッチに関してはやっぱりさすがに3日、なんだったら1週間ぐらいちょっとしっかりつけてみないと、なんともですね、感想が言えないなっていうことがあるので、ちょっとこの子まだあと2週間ぐらい借りれるんですよね。なのでちょっとゆっくり試してみて、こんな感じでしたっていうのをお届けしようかなと思います。お疲れ様です。宮山です。私ですね、今日は午前中ひたすらトレーニングをしておりまして、で、午後はですね、ご飯を食べてちょっと一瞬だけ漫画読みながら、まったりしつつ Now っていうような感じでございます。で、本日お話ししたいのはこれですね。Galaxy Watch 9なんですけど、こちらをですね、開封してから10日ぐらいたっぷり試しました。寝ている時も、運動している時も、仕事している時も、充電する以外はもうこれずっとつけっぱなしで過ごしていたので、10日間ぐらい本当にがっつり使ってみた感想とかをちょっと話しておこうかなと思います。ということで、改めてこちらのですね、Galaxy Watch 9を私が普段使ってる Apple Watch シリーズ11と、あとこの指につけているオーラリング5ですね。このあたりとちょっと比較して、どんな感じだったかっていうのを話していこうかなと思います。で、まず装着感についてなんですけど、装着感は結構良かったです。私このギャラクシーウォッチ9の装着感はかなり快適だなっていう風に感じましたね。まずそもそもなんですけど、この Apple Watch のチタニウムモデルと比較して、重さがちょっと軽く感じるんですよ。で、多分実際の筐体の重さ自体も、こっちのギャラクシーウォッチの方が軽いっていうような感じなんですよね。で、あともう一つ装着感で結構大きい要素になってくるのが、この厚みなんですよね。いくつかスマートウォッチ試してみて思ったのは、とにかく、ウォッチのここの厚さが薄ければ薄いほど快適っていうことなんですよ。装着感に関しては、個人的には Apple Watch よりもこっちの Galaxy Watch の方が付け心地いいなっていう風に感じましたね。Galaxy Watch のデフォルトで付いてくるこのバンドなんですけど、このバンドも割と良かったです。シリコン製の、非常に一般的なよくあるバンドではあるんですが、ここのですね、穴の数が結構多めなんですよ。で、やっぱりアジアの企業っていうのがあるからなのか、アジア人の女性の結構細めの手首にもしっかり合うんですよね。で、この外側の穴に関しても結構広めに取ってあるので、男性でも全く問題なくこのバンドでつけれるんじゃないかなと思います。やっぱスマートウォッチといえば、このスマートウォッチから取れる健康系のデータですよね。データ周りに関してはですね、ギャラクシーウォッチめちゃくちゃ良かったです。正直ですね、この Apple Watch よりも取れてるデータが多く感じるというか、そんなことまでわかるんだみたいな項目が結構多かったんですよね、ギャラクシーウォッチ。その点では非常につけてて楽しかったです。例えば1日の活動データとかに関してはですね、歩数と、活動的に動いた時間と、その1日の消費カロリーみたいなのがパッと一目でわかるような感じになってますし、それぞれのデータを時間帯別にこんな感じでしたっていう分布を見ることもできるようになってます。で、他にもですね、睡眠スコアですね。睡眠中にスマートウォッチをつけてた場合は、どんな感じの睡眠だったのか、睡眠時間だけではなく、例えばこれぐらいの時間帯で深い眠りに入っててみたいなのも細かく見ることができるようになってます。で、体感としてもかなり近いですね。実際に自分が寝たな、起きたなみたいな体感と、ずれることはほぼほぼなかったかなと思います。で、Apple Watch とかオーラリングとかと、睡眠データとかに関してもいろいろ比較してみたんですけど、やっぱり大きなズレはないですね。で、あと他にもですね、寝ている最中のバイタルサインみたいなのが、こうやって一覧でパッと日ごとに把握できるような感じになってたりとかして、とにかく測定したデータがどういう動きをしているのか、で、そのデータ自体がいいのか悪いのかみたいなのが、一目でパッとわかるようになってるのが、
やっぱり見てて楽しいな、便利だなっていう風に思った感じですかね。で、こういった1日の活動の記録だったり、睡眠のスコアとかバイタルサインっていうのを総合的に判断して、今日これだけいい感じのコンディションですよっていうのをお知らせしてくれるのが、このエナジースコアと呼ばれるものですね。毎朝起きて、このですね、エナジースコアがどんなもんかって見ることで、じゃあ今日はちょっとトレーニング少し頑張っちゃおうかなとか、あとエナジースコアが少し低く出てる時とかは、じゃあ今日はあんまり無理せず過ごそうかなみたいな感じで、その日一日どういう風に過ごすかっていうような判断がしやすいような指標っていうのをこういう風に出してくれるので、これとかも結構楽しかったですね。このストレス値とかもこんな感じでバーッと一日どういう流れでストレス値が動いていたのかみたいなのも見ることができるようになってますね。で、このですね、ストレス値の計測ってアップルウォッチではやってくれないんですよね。もしかしたらこのストレス値を出すためのデータっていうのは、このアップルウォッチの方で取れているかもしれないんですけど、ヘルスケアのアプリ画面とかではこういうストレス値のタイムラインがどうこうとか全然見ることができないので、今まではこれオーラリングの方ではストレス値の把握ができてたので、このオーラリングの方で見ていたんですけど、ギャラクシーウォッチに関して言えば、このオーラリングつけなくても、このギャラクシーウォッチの中でこうやってストレスのタイムライン見ることができるので、これはですね、ありがたいですね。で、10日間この Apple Watch と Galaxy Watch 9を使ってみて、1個ですね、おややっと思った点があったんですよ。Galaxy Watch 9、バッテリー持ちが若干シビア。Apple Watch に関してもバッテリー持ち本当に悪くて、1日2回充電しないと絶対にダメっていうような感じなんですけど、正直ですね、ちょっと Galaxy Watch 9に関しても、1日2回の充電は必須かなっていうような感じでした。実際のそのバッテリーの継続時間で言うと、こっちの Galaxy Watch の方が圧倒的に長いは長いんですけど、充電がされるまでの時間がこの Galaxy Watch 結構かかるんですよ。私は毎回シャワー浴びてる時にこのスマートウォッチ系を外して、その間充電するっていうような生活習慣になっているんですけど、お風呂にゆっくり入った場合とかは、問題なく充電が完了しているんですけど、シャワー2、30分で終わっちゃった場合とかはですね、フル充電までいかないんですよね。今朝もトレーニング終わってから30分40分ぐらいシャワー浴びて髪の毛乾かしてみたいな感じで充電してたんですけど、充電終わりませんでした。夕方の16時20分ぐらいなんですけど、その時点でバッテリー容量がもう 30% しかないんですよ。なのでちょっとバッテリーの充電がですね、ゆっくりなのが個人的にはちょっと気になったかなというような感じですね。ただ Apple Watch よりバッテリー容量自体はあるので、Apple Watch の 30% と Galaxy Watch の 30% って、こっちの Galaxy Watch の 30% の方が断然長持ちしてくれるんですよ。なのでその点では、実際に持つんだったらいいかっていうような感じではあるんですけど、大丈夫かな大丈夫かなって思いながら、ちょっとそわそわしながら使ってたっていうような感じではありましたね。個人的な結論としては、iPhone がメイン端末だったら Apple Watch がおすすめだし、Galaxy がメインの使用端末だったらこの Galaxy Watch がおすすめっていうような感じでしたね。取れるデータに多少の差はあれど、そんなに大きな違いはないかなっていうところでした。あと見た目とかはね、もう本当に好みとかもあるので、自分のメインの端末と、合ったスマートウォッチを使うのが、やっぱり一番気持ちがいいのかなっていうような感じでしたね。ということで、10日間たっぷり使った Galaxy Watch 9の簡単レビューでした。いやー、結構楽しく使えたなっていうような印象ですね。本当にメイン端末が Galaxy だったら、もうこっちの Galaxy Watch 使ってたんじゃないかなぐらい、割とつけ心地も良かったし、使い心地も良かったしっていうような感じですね。もうですね、この Galaxy Watch 9、今日返さないといけないんですよ。っていうかもうめっちゃギリギリ、絶対に今日、ヤマトの営業所に行かねばならぬってぐらい、ほんとギリギリまで楽しく試してたっていうような感じでした。よし。ということで、もうですね、この子私初期化して、ヤマトの営業所に行かないといけないので、動画はここまでにしたいなと思います。今回も長々と Vlog ご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。みやまでした。またねー。